ウナから始まる隣の川ちゃんの知らんけどラジオ。おはようございます、福岡編でございますね。今回も福岡グルメ大好きなのは私はもつ鍋ですね。これまでサバとかいろんな話もありましたが、もつ鍋大好きです。川ちゃんです。始まりました、サウナから始まる隣の川ちゃんの知らんけどラジオ。今回も福岡からの出張版です。そして楽しみにしてきました8月にですね、今日19日放送回なんですけど、なんと来週に、グランドオープンする予定のユラックス福岡今泉店にやってきました。はい。そして、ユラックスのボス代表であられます西尾社長にお越しいただきました。ありがとうございます。こんにちは。おはようございますか。おはようございます。もうこれ朝7時出社する会社員の方々が今ちょうどこう耳で聞いてくれてる中、そうですか。皆さんユラックスの社長ですよ。どうもどうも。別に元気にはならないかもしれないですけど。いやでもマッドマックスボタンとかね、はいはい、はい、水風呂とかもう、西の聖地って言われてるところに行った人もいっぱいいると思いますし、はい、その熊本から今度福岡に2店舗目ができるということなので、ちょっと今日はそのあたりも伺いたいんですけど、はい、まずね、西尾社長実はね、僕自身の思い出でもあるんですけど、ユラックスは、今でも忘れられないのが、僕は2020年、はい、コロナの時、西尾さんに前に行かせていただいて、入り口でマッドマックスボタンとか写真撮っていただいたんですけど、あの日ね、実はマツコ会議っていう有名なフジテレビ TBS とかなんかそういう日テレとかなんかそういうなんか全国放送のやつですね。あそこでなんかサウナって流行ってるんだってみたいな特集を組まれた会があって、その時にね、それこそサウナ行きたいのメンバーとか、もうそこに僕らも実は川ちゃんとして国用サウナ部として出させてもらったっていうそんなご縁があったんですよ。でそれの放送日がユラックスに行った日だったんですよ。なるほど。2月。それを僕ユラックスの2階だったかな、レストランゾーンのでっかいモニターでありますね、みんなで鑑賞会したっていう思い出がもうすごい鮮明に今も覚えてて、そうですよね。あの時覚えてます。はい。本当ですか。何騒いでんだろう、騒いでんっていうかなんかこう盛り上がってんだろうと思ったらなんかテレビに映ってる人がそこにいるっていうね。普通のお客さんもちょっと気づいてて、あれあなたじゃんみたいな。そんな感じだったですよね。いやもうご縁がねいただいて、でもいまだにあれですよ、国用の新入社員のメンバーがね、今こう入ってきてサウナ部とか入ってくれるんですけど、彼らと会話してると、彼らが高校生だから6年前だから、高校生の時に家でこたつでテレビ見てたらマツコ会議やってて、でそこに国用サウナ部とかサウナ行きたいとか見て、なんか国用って面白い会社だねとか聞いた。彼のお母さんがそれ言ったのを聞いて、彼なんかイメージ残ったらしくて、でその国用入社してくれたみたいな。なるほど。その僕の発信の原点だったのがユラックスで、みんなで見たあの日。そうなんですか。節目でした。いや今からっていう時ですね。川田さんもね、まだね。はい、そこからサウナ部ができたかできないかぐらいじゃないですか。なんかね、JAL の本当に JAL の岡本さんとね、サウナバアライアンスって団体もちょっと立ち上げたところだったんで、西尾さんにご挨拶させていただいて、サウナパートナーシップとかでもうちの JSA 会もお世話になったりとか、本当にいろいろ接点をいただいててありがたかったんですけど。ごめんなさい、今どうなってるんですか、サウナ部は。サウナ部はね、今ね、まず国用サウナ部は作って10年経ったんですよ。あ、そんななるの？はい。多分日本で初めてぐらいに作ってるんで、2016年。すごいですね。今ね、それこそ国用サウナ部は200人超えて、でさらに企業サウナ部連盟みたいなアライアンスの団体は加盟企業は240社で、延べ5000人を超えました、最近。だから今日本中にいます、サウナ部が。でその中でみんなスラックとかね、コミュニティチャットみたいなコミューンとかあるんですけど、そこでみんなここ行ってきたよとかどんどん紹介しちゃうわけですよ。そしたら大体みんな熊本に出張っていうか仕事作ってますね。熊本に行く理由作ってユラックス入って帰ってきましたね。なるほど。僕ももう動機づけそれでしたもん。熊本行ったらユラックス行こうと最初思って行ってたんですけど、途中からユラックス行くために熊本行こうに変わってきて、それでみんな行って馬刺し食べて帰るし。やっぱいらっしゃいます、旅の人とか遠方から来られてる方とか。
いますいます。やっぱ本当ですか出張熊本だから手挙げたとかね。そうなんかあるあるですよね。あるある。多分あるあるなんだと思そうなんですうんですけど。よ。これは行かないと思って、そこからもう何年か、その6年間ですけど、はいリラックス行かせていただくたびに、西尾さんに連絡したら、はい今いるから会おうって言っていただいて、ええThis is it の、ほうほう。サウナシアターですか、はい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 あそこのところで一緒に写真撮ああ、っていただいたりとそうですね。か、ありましたね。はい。なんか長々もう、まあ、本業のお仕事でもね、はい熊本来られてそうなんです、そうとかなんです。ね、いろいろありましたね。はい。ありがとうございます。そんな大好きな、リラックス熊本ではあるんですが、まあ、今日はその熊本もそうですけど、せっかくなので、皆さんこれね、今日映像も出てると思うんですけど、なんとですね、福岡今泉店うん、の現地、しかも、皆さん絶賛工事中です。工事中で。はい。はい横を見ればブルーシートがあって、はいはい先ほども職人さんも撮られてて、ええそんなさなかもうはいすいません、お邪魔させてとんでもないです、いただいて、こちらの方こそ。ありがとうございます。本当に職人さん皆さん今何十人とここね現場やられてますけど、絶賛工事中です、本当に。最後の追い込みみたいな。今どんな状況ですか、これ。ね、あとなんか3週間ぐらいでしょ、オープンまで。はいはいはい。もうだから、もう間に合わせるのに必死ですよ。はい。もう土日ですけど、今日。あそうだはいはいはいそうだ、はい、そうだわ。もうなんか多分それでもいやーもう間に合わせるためにやってらっしゃいますね。はい感謝ですね、本当に。そうですよ。だってね、こういう業界で僕もね、やっぱり業界の人間ではあるので、やっぱり建築とかね、設備の機器が入んないとか、はいはい職人さんも足らないとか、いっぱい問題あると思うんです、業界全体が。はいはい。ですけど、ここを今作るために。そうですよ。一生懸命やってくださってます。はでも西尾さんは、それこそ熊本の店舗もありながらこっちもっていうのは、ええなんかどんな感じで今は行き来というか、割り振りされてるんですか？い。週の半分がこっち、週の半分が熊本で。あもじゃあもうう本当に3日半3日半です。で今はほら福岡店がちょっと今、大変な時期なんで、はい福岡店が多かったんですけど、ちょっと熊本大変なことが起こってそっかそっ、かそっか。ちょっと今またこうそこはそこで。いやーそうですよね、ちょっとね、地震のこともありましたが、そうですねそんな中でも、ちょうどね、設備とかもいろいろあったけど、営業も再開すると、そうでニューす。スもね、ちょうど朝かな、出たところだと思そううので、ですね。はい、微力ながらですけど、もうみんなも応援したいという気持ちと、えでもああいうね、しんどい時こそ自分自身をいたわるとか、うんうん癒すっていうのは大事ですよね。そうですね。ね、だからみんな熊本の人も疲れてるんでね、はい。もう一刻も早くとは思ってはいるんですけど、まあ全部がオープンできてるわけじゃないんですけども、まあ今の時点でね、放送の時はどうかわかんないですけど、はい。はい。ありがとうございます。無事を願っておりますが、さあ、そんな中ですね、もう早速西尾社長ですっと始まっちゃいましたけど、改めて、この実はラジオ聞かれてる方って、うんまあ、サウナ好きはもちろんですけど、ええまだまだサウナのこと知らないまま会社員でポンとこう聞いてくれる方もいらっしゃるわけですよ。はいはいはい。なので、ちょっと西尾さんがどんな人かみたいなところははの質問をちょっとしたいですし、はいはい。まずよければちょっと改めて自己紹介といいますか、ご紹介。はい、西尾さんがなぜユークスを作ったのかもそうだし、あはは。温浴とか、まあ、ヨガとかね、いろんなお話があると思うんですけど、はいはいはい。ちょっとどんな方なのか伺ってもいいですか？もちろんもちろん。はい西尾さんは出身とかなんか出身は熊本市で、もうユラックスのところが、あそこに実家があるんですよ。そうですかはい。駐車場の一番端っこにね、実家があるんですよ。はいじゃあ本当ホームなんですね。もうホームです敷地の中が。全然ホームです。で、もう幼少期あそこのえ町でもう育って町で。あの辺田んぼしかなかった。そうなんだ。はで、家業が温浴施設だったんですよね。そうです。家業がそうだったんです。はい。で、それを後継ぎと言いますか。そうですそうです。じゃあ西尾さんご長男とかそういうことなんですか？長男なんです。で、私が30代の前半半ばぐらいまで継いでおりまして、でまあちょっと父とあんまり折り合いが良くなくてですね。折り合いが良くないの。そうなんですか。それで私外れまして、はいで姉がその後継いで。お姉さん。はい。だからそうなんですよ。だから父と姉が連続で亡くなっちゃいましたね。それまあ10年ぐらい経って、でまあ戻ってくるのか閉めるのかっていう話で、母がやっぱね父と一緒に作った会社だから続けたいというもんだから、まあしょうがねえかと思って、まあ閉めるにしろね、やっぱ80ねそれだけの母親一人にできるわけじゃないんで。まあ戻っていったらすぐ先の2016年ですそれこそ、熊本地震が3ヶ月後ぐらいありまして、はい。
そんな時期だったんだ。そうなんです。ちょうど熊本地震の時、私も帰ってきたって感じですね。じゃあそれまでは西尾さんはお仕事というか学生時代の後はどういうことをされてたんですか？ざっくりなんか業界というのか活動としては。活動としてはヨガを。ヨガを。そうなんですよ。ヨガをずっと。僕さっきサイトで西尾さんのことをね、リラックス西尾社長って入れたら、ヨガしてる写真が出てきましたよ。バーンと。この腹でヨガかっていう話ですけど、当時はまだちょっとスッとしてたんですよ。いや、あんまりイメージがなかったというか、まさかのルーツヨガだったんですね。そうなんですよ。はい。それなんかインドとかに行かれてとか、そういうこっちでスクールをされたんですか？熊本とか。そうなんですよ。僕がやっぱちょっと変わり者でねもうそう変わり者から始まってるんじゃないかなと、ゴルフとかああいうほらいわゆる経営者の方がやるスポーツが苦手で、でもなんかやんなきゃいけないなと思って行ったのがヨガスクールで、おばあちゃんの先生だったんですよ。で女の人しかいなくて、そのイメージ自由だったんですよ。僕がヨガやりながら寝ちゃったりしてたんです。もう自由、本当に自由だったんで僕が。別に注意されるとかでもない。ない。ちゃんとねそのまましときなさいみたいな。それが居心地が良くてずっとヨガ続けてたら若い女の子がどんどん増えてきて、ちょっとヨガブームがちょっとおねっと思ってこれ来るぞみたいな感じになってきて、じゃあちょっとヨガもやってみるかっていう。そうなんです。すごいな。でそれと温浴施設の次ほら2010リニューアル何年でしたっけ？17年。2010そうですよね。だから16年の17年で大リニューアルをされて、で太田さんサウナ王のね太田さんはじめ西の聖地みたいな形にぐーんと認知いったと思うんですけど、じゃあ手掛けてる時はもう西尾さんが自ら陣頭指揮といいますかアイデアを出して。そうです。そういうことか。で、ちょっと皆さんもマッドマックスボタンとかね、ああいうのイメージあると思うんですけど、本当ね、皆さん現地行って面白いんですけど、行ってほしいんですけど、入り口のね、自動ドアバーンって開いたら、ボタンだけ置いてあって、エントランスとかね、押してみてくださいみたいになってるんですよ。でも何にもならないですよね。何にもないです。最初押してね、なんか5秒ぐらい僕待ってみたんですよ。なんか落ちてくるのかなとか、もしくは誰か出てくるのかなとか、それだけなんですよね。発想というか、僕個人的にはもう西尾さんなんかやっぱ天才肌の人なんだろうなと思って、感性というか。いや、あんなのは昔からあったんですよ。あったんです。もうボタンを押したら水が落ちてくるなんて、そんな仕掛け昔からあったんですけど、ただそれを映画「マッドマックス」のラストシーンでフィオリサがね、こう出すとこう虹がかかってバーッと水が民のために降りてくるっていうあれをやりたかったっていうだけの話で。たったそれだけだから昔からあったの。ただそれをマッドマックスって呼んだだけなんです。いや面白いっすね。でもそれが語り継がれていってみんなが広がっていくっていうね。そうなんですよね。いや結構ねこういうビジネスもそうですけど、なんか西尾さんの思考、どういうふうなことを考えてああいうことやってるのかみたいなのを結構知りたい人、僕もそうですけどいっぱいいると思うんですけど、なんかそういう発想のよくロマンとそろばんみたいな言葉で僕もよく思うんですけど、こんなのあったらいいなみたいな、今みたいなマッドマックス面白いとかあるじゃないですか。けど実際それって例えばお客さん来るんだろうかとか、なんかビジネスとしてね利益が出るのかとか、その行ったり来たり大変じゃないですか。西尾さんってなんかどういう見方してそれをしようって判断されてるのかなっていう。何にも考えてないです。マジ？考えてたらねできない多分。商売として合うかどうか、まあ考えはするんですけど、まあやってみてどうせうまくいかなくてもそのパッて外しゃいいだけの話でしょ。じゃあまずはやってみようと。まあそうですね。まあそういうのあるかも。めんどくさい多分。でも日頃からそういうアイデアの着想、その映画ご覧になってとかありましたけど、好きですね。そのインプットってなんかどうされてるんですか？なんか日頃例えば映画を週に1回見るようにしてるとか、なんかその本を読むとか、自分の感性の刺激ってどうやって入れてるんですか？どうやって入れてるんだろう。そうですね。映画も見るし、本も読むし、インターネットも見るし、でアウトプットもやっぱりしてるんで、その中からバッとあってこんなこと考えてたんだっていうのはあるかもしれないですね。面白いな。今川津さんと話してる時でもなんかパッとなんかそこから上がってくるのかもしれないし。二次元中継なんだ。そうなんですよ。すごいな。しかもね、僕西尾さんのスタイルもそうですし、リラックスのね、経営のスタイルといいますか、現場が
現場主義の人じゃないですか、西尾さんって。いや僕だって現地行って、もうなんか社長室でしたっけ、はいはい、なんか入り口のすぐそばにやって、でお客さんの声直接聞いて、はい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 、でアンケートも社長自ら答えますとか、はいはい、あんなんて、まあ、僕らみたいな会社員とか企業からすると、社長って本来もっと後ろ奥の方にいて、で経営とか現場の声を後で聞いて、でそれをフィードバックするみたいな、そんなイメージあるんですけど、その現場第一主義みたいなそういう考えがどこで磨かれたのかなと思って。あの時はね、本当に引き継いだばっかりの時、玄関先に社長室を置いたんですよ。でお客さんのダイレクトに聞かないともうアンケートとかも書いてくれないの。子供さんのお絵描きかバーカって書いてあってそれぐらいしか入ってなかった。これじゃいかんと思って、大体バーカですよ。ほっといてある投書箱っていうのはバーカっていうのが入って必ず。か子供さんのお絵描きしか入ってないから。とかなんかガムとかなんかこう綿棒とかが中に入ってたりとか、なんかそんな感じですよ。もうゴミ箱と間違ってる人が入れちゃったりするから。で西尾さんはでもほら現場のメンバーにね、声を聞いてこいとかそういうことで言うだけじゃなくて、もう自分で何とかしなきゃって言って出たってことですよね。でその声どんなん出てくるんですか。やっぱりあれを温度が低いとか、こうしてくれとか、一番多いのはどういう声なんですか。毒抜きですよ、お客さんの。毒。だからそこまでお客さんの声を聞いてなかったんですよね。だからもうここの店はお前なみたいな感じでずっと、でまたお年寄りが多いから同じ話やこれ前も聞いてんけどなと思いながらもうはあそうですねって言いながら。すごいな西尾さん。でもそんななかなか人のお話聞いて、接客業というそういうもんやっていうのもあると思うんですけど、もうじっとその時はもう良くするためにみたいな。いやでもそこでやっぱりヒントがね、やっぱそれこそ聞いたら、なるほどここがちょっと良くないんだなっていうところをパッと変えるんですよ。そしたらちょっと動くぞこの店って、そっからなんですよやっぱ変わっていくのが。うわめちゃくちゃいい。だから最初はそれで動いてたけど、途中から今度はその答えがなんでできないかに変わっていったんですけど、なぜそれをやらないのかっていうこっちの考え方を出す場にどっから変わっていきました。最初は御用聞きだったんですけど。そっか、そんな変化してたんですね。そうです。で現場にちゃんと答えの気づきもあるし、そこから仕組みに落としていって、もうどんどんドゥしていくと。もうマーケティング料0円です。そっか、現場に聞く。どっか外行ってどうこうじゃないと。もうここは壊れてるよってもうお客さん教えてくれる。しかも僕らユーザーからしても、その買いたいも、ほらお店が変わらなかったらもう書くのやめたりするじゃないですか。けどこうやって社長も出てきて現場も変わってくれたら愛着湧きますよね。そうなんですよ。これ俺が言ったんだよなみたいなあるわけでしょ。だって椅子変わったけどみたいな。そうなんですよ。でもそういうつながり方いいですね。で褒められるでしょ。若い子が何々君がよかった。だからねスタッフルームに置いとくんです。わざとってからいいな。写メでパッと撮って。ちゃんと嬉しいんだよ。嬉しいよね。しかもやっぱ見られてるし、ちょっと認められたっていう喜びが次の行動に。へえ。0円です。0円。プライスレス。皆さんロマンとそろばんでございますこれが。なんか朝礼もなんか公開してねやってますって。後ろから見させてもらったんですけど。そうでした。その時もうピークでした。それからコロナになってちょっとできなくなっちゃったんですけど、朝礼オープンってなかなかないっすよね。マッドマックス朝礼ってやってましたね。やってました、声出して。マッドマックスってやってたから。すごいのよ。もうね、皆さん何が起きてんだろうと思いましたよ、あの時は。お客さんも声出しをしなきゃいけないっていうね。並んでなんかそういうやつやってましたね。一緒に。もうだからめっちゃ好きになるけどね、記憶に残るんですよね。何でしたかね。なんかそんなことやってましたね。東京戻っても人にやっぱ言いたくなるし、みんなユラックスっていうのはやっぱそれなんだなと思って。いや、ありがとうございます。そんな熊本ではございますが、ちょっと後半はですね、そんな中福岡に新しくまた今泉作るってなったと思うんですけど、ちょっともう今日知らんけどラジオなんで、もうなんか社長のもう独断偏見でいいので、ちょっとなんでここを作ろうと思ったのとか、何をどういうのを描こうと今してるのかみたいな。ちょっともう少しオープン直前なのでちょっと伺いたいなと思ったんですけど。
そうですね。ここはまあ変な言い方すると、はい。やっぱりそこからねなんか茶道とかドラマとかで、うん。西の聖地って言っていただいたんです。はい。そこからいろんなところにもう勝手にそういうのが一人歩きして西の聖地ってもうすごく嬉しいはい。名誉なことなんですけども、はい。ただなんかこうと言われながらもなんかチャレンジしてないんじゃないお前みたいな感じで、はいでやっぱり今新しいところがどんどん出てきて、うん。すごく頑張ってなんかいいの作ってらっしゃるじゃないですか。うん。なんかその人たちはチャレンジしてるけど、ただ自分はなんかそこに別にふんぞり返ってるつもりはないんですけど、うん。うん。なんかやってみないといけないなっていう、もうちょえっとそういうのを置いて恥をかきにいかんといかんのじゃないかとえいうのがまず最初、もうっていうかそこが根底にありますね。それお考えになってたのは何年ぐらい前なんですか？ 2、3年ぐらい前から、もっと前からかな。でも、でも実際本気でやろうと思ったのはそれ3年ぐらい前からね、始めようと思った。なるほど。で、そんな中ユラックスといえばまあ熊本なんで、例えば熊本にもう一個出そうぜとか、いろいろ選択肢はあるじゃないですか。もしくは大阪とか東京とか。けどあえて福岡にした理由とか何かあるんですか？きっかけは。っていうか、私がそのヨガで、はい、そのユラックス出て行って選んだ土地が福岡で、だから私実は20年住んでるんです、福岡に。はい。そうか、西尾社長の、まあ、ルーツとしてもこの福岡はある意味ホームだったんだ。はい。でヨガスタジオもすぐそこにあるんです。こっちの今泉店の近くに、歩いて5分ぐらいのところ。そのヨガしてねんねしていたヨガスクールがそこにあったんですね。でここの建物、これ今日今ね現地からお届けしてるんですけど、ここもともとねプレイスクールっていう子供の遊び場だったんです。ここ倉庫だった。なんで知ってるかって言ったら、僕の子供が10年ここに通ってまして、で私もよく連れて行ってたの。迎えに行ったりとか。プレイスクールってあれですね、学校とかとは別で、そうです。まあ塾じゃないですけど、学童みたいにこう、そうお友達とか。おっしゃるとそういうやつ。ここそういう場所だったんですか？そういう場所です。だからそこ滑り台があって、その中庭のところに。そうなんだ。そうなんですよ。でそのプレイスクールが、ここはもうその時お子さん通ってた後一回閉めちゃったんですか？コロナで。あと理事長園長先生がちょうど引退なんていうんですか、定年。なるほどなるほど。でもうなんか後継ぐ人がいないっていうのと、まあそういういろんな事情があって、ちょうど2021年頃閉まったんじゃないかな、ここが。でそれ聞いて、でこの物件が出て、いやその時はね全然思わなかったんですけど。なるほど。でこのやっぱり幼稚園だからなかなかこう改装のしようがないですよ。で僕も建築の人間として用途がね全然違うし、だって水回りお風呂なんてね予定してないでしょここ。だから誰も借り手がいない。まず空いちゃってたんだここ。でそれで自転車で通ってたらまだ空いとると思ってでいろんなとこ探したんですけど、どこも水回りはちょっと NG ですって言われて、いろんなビルで。これ一棟貸しだったらいけるんじゃないとか思って、でそれでそっからです。東大元暮らしでまさかのご近所通われていたここのプレイスクールの思い出の場所が次のユラックスの拠点になるなんて。まあそうなんですけど、まあ大変でしたね。初めては見たけど。じゃあ実際この物件と含めて計画を始めたのもそれこそ何年ぐらい前から？もう2023とかぐらいじゃないですか。じゃあもう3年ぐらい前から計画はして、この物件のこともね、偶然の出会いもあって、で計画どんどん進めていったんですか？そうですそうです。すごいな。でいろいろ内容いっぱいあると思うんですけど、もうまずね目立ってたのはクラウドファンディングですよね。クラファンもまあ反響大きかったっすよね。そうですね。いろんな方が支援されて、しかも福岡でもここでできるの嬉しいですみたいなコメントもいっぱいあって。そうですよね。嬉しいですよね。なんか金額がすごいのもあったんでしょう？支援のやつ。そうなんですよ。120万円が一番最高額なんですけど、でそれでオール・ア・ナッシングってやつでやってたんです。でそれのオール・ア・ナッシングってまあ目標額に行けば全額それいただけるし、行かなかったらもう返すんで、支援者が誰か最後まで分かんないですよ。見せてくれないんですよ、プラットフォームが。
はい。だから分かんなかったんですよ。で、うん誰か探ってたんですけど返事がないからこれ誰やと思ってたら、なんとその120万一番高いのを落札した言っていいのか、まあどうせ飾られるんでいいと思うんですけど、横浜スカイスパの社長さんだった。出た金さん。金さんいつもお世話になってます金さん。そうなんですよ。スカイスパのね、僕ももうホームサウナですよ。あ、そうですよ。国与さんがね、そう手掛けられて、そうなんですよ。僕10年前ご縁いただいた金さんが、そう大口の、大口の、いや恥ずかしいなって、いや言ってくれよみたいな。すごい。でもなんか愛情ありますね。そういうのね、応援し合って。もう他の名前他のでいいからだけど、いやもうスカイスパ横浜で行けますよっつって。いいな、なんか業界がそうやってつながってる。だってシアターのね、スカイスパも100人入れるサウナとか作って、でこのユラックスさんも作ってたし、あと米田さん、ウェルビー。もう僕から個人的にしたらですよ、そのお三方がもうこの業界をね、作ってくれたトップランナーだと僕は思っていて、その方々がいて次の世代の方々がどんどん育っていってるみたいな感じですけど、まさかのクラファンでそんなつながりがあったとは。そうなんですよ。金さんにもこれ今日聞いてもらおう、この回。そうね、この回聞いてもらいたいですね。いやありがとうございます。でそんな中で、今回いっぱいね福岡の特徴あると思うんですけど、どうしようかな。今もね現場ぐるっと見させてもらったんですけど、なんか潜水艦サウナとかね、しかもなんだっけ、サウナ室も2つあってとかいろいろあるじゃないですか。なんかざっくりですけど、なんかどういう場所なのかみたいなって視聴者長説明してもらっても大丈夫ですか？どういう場所と言いますか？はい、どういう設備、サウナがこういうのがあってとか水こんなあってとか。まずアウフグース用のサウナが結構大きかったでしょ。大きかった。横にドーンとあって3段ぐらいあって、それでアウフグースする時に音楽かけて、それでこう光と音がちゃんとそれに連動するように今仕組みを作ってるんですよ。結構な会社さんと一緒に。演出ってことですよね。そういうもう本当ステージプログラムみたいに。さっき見たらなんか皆さんね、サウナストーブすごい目線いったりすると思うんですけど、そのまま上見上げたらでっかいスピーカーが両サイドついてて、そうなんですよ。あれも多分あんなとこにスピーカーつけるとこないと思うんですけど。ないっすよね。だってサウナ室で一番熱がそこに行ってね、本来スピーカーって下に置いたりね、椅子の後ろに入れたりすると思うんですけど、あえて上に。あそこが一番ほらいい音が出るから。いい音が出るけどもですよ、映画館とかライブハウスみたいなことですよね、あそこについてるのって。でそれをサウナ室で座ってる人からしたらもう臨場感ある形で音楽届くと。そうです。しかもモニタースクリーンみたいなのあったじゃないですか。スクリーンも100インチですね。100インチ、サウナ室史上一番大きいんじゃない？あれ眩しすぎてどうなんだろうねと思うんですけど、その時はちょっと暗いやつを流せばいいかなと。皆さんこれ3週間後オープンするので、僕ら今収録してる時はねまだついてませんもんね。モニターはついてたけど、僕もね分かんないね。初めてのことだらけすぎて、いや全く前のやつをやらないどこっていうのが、いやそうもう今回のあれなんで。だって本来ね、聖地って言われてるんだから大体1号店にあるやつを持ってきてやった方がブランドとしてもね、しかも認知もある中で全然違うことばっかりやってるじゃないですか今回。そうなんですよ。新しいチャレンジというか。食べ物もね、アジフライありますかって言われるんですけど、麻婆豆腐ありますかってないんですよ。しかもなんかもやしとかもやしあれなんなんですかあれ。代わりがもやしってのもね、あれですけど、いや鉄板焼きをね、鉄板焼きをやって野菜とかね、ああいうのをいい野菜を仕入れてきて、僕焼いて食べてほしいし、なんかそういうやつですね。これまさに今僕らが収録してるその目の前が今厨房見えてますけど、あそこでいろんなキッチンでそこで焼いたやつをもう焼きたてを放送でマッドマックスのマッドマックスの要素ないんですけど、ここただ1個だけやっぱねちょっとスピンオフとして入れてるのが、放送で今から例えばどこどこさんのパイナップル振る舞いますから1回集合みたいな感じでサウナ入ってる人もなんかこうジューッとマイクでね、セラマソノイみたいなマイクがあるんですけど、知らないでしょうけど、なんかそういうマイクでジューッてやってるとこを聞かして、でなんか集合してもらって。大体マッドマックスって戦う前マイクパフォーマンスあります。じゃーんってこう鳴らしてでみんなで音楽ドン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 やっていきますよね。お前今から殺しに行くぜってプロレスが真似したのは実はマッドマックスを真似してる。
あ、そうなんですか。そうなんです。マッドマックスのパフォーマンスから始まってるんですよ。多分すごい。多分。しかもキッチンというか自分で要塞の崖の上とかからもこうやってね、音声マイクで発信したりして、皆さんね、この回は絶対マッドマックス見てないと何のこっちゃ分からないと思いますけど、ぜひ映画見てください。マッドマックスはね、はい、めっちゃ面白いんで。そういうなんか音声でじゃあ伝えて、館内放送。そう、館内放送に伝えて、で降りてきて、みんなで食べる。そんな感じの。うわーすごい。しかも、さっき水風呂、まあユラックスといえば水風呂でね、150センチ、70センチみたいな頭からドーンとかあると思うんですけど、こっちの水風呂さっき見させてもらったら、もちろん大きくて深いはあるんですけど、なんか天井にさっきね西尾さん見せてもらったら、何ですかあれ、大きいファンがついてて、そうファンがついてたんですよ。はい。本当に皆さんね、直径2メーター、3メーターぐらいあるようなでっかい扇風機のファンが天井についてて、水風呂入ってんのに上から風が来るってこと。そうなんですよ。風が来る。風が来る。でしかもなんかもうガトリングガンみたいな上から煮沸してるやつが10個20個ぐらいブワー並んでたんですけど、あれ何ですか。あれは電制管があるじゃないですか。電制管で押してくれって言うと、違うおとなしい方のサウナにその電制管からこう伝わって、じゃあ押してやるかっつって押してやったら雨が降るって。雨が降る。そこでやっと完成する。世界観がぶっ飛んでる。そうなんかね、でもねちょっとやりすぎたかなっていうそこまでする必要があったのかなっていう。面白かったのが現地行ってこれ何ですかって聞いたらなんだろうねそれそうなんですよ。ちょっとやりすぎてんなとか言ってたのがめっちゃ面白かったんですけど、ただ電制管はね結構ね大事にしてて、なるほど、そこの受付のところもありましたよね。マイクもあるし、一個赤いね、皆さん現地から見てください。赤いこうパイプがあるんですけど、それが今おっしゃってる電線管マイクでどっかとつながってるんですね。つながってる、サウナの中と。あれってなんか別にスピーカー入れて放送機器とかじゃなくて、もう本当のアナログです。パイプがずっとつながってる。すんごい聞こえるから。めっちゃ聞いてみたい。幼稚園とかあるじゃないですか。ああいうやつ。だから川田です。知らんがなラジオです。知らんけど言って。知らんけど言ったらそれで向こうに伝わる。そうで東京から来ました。知らんがなってやっぱ福岡の地元のみんな思ってる。でもなんかちょっと嬉しい。なんかそう言われると。しかもお客様とスタッフさんが例えばですよ、オロポ持ってきてくださいとか注文するとかそういうことじゃなくて、今のお話聞いてるとお客さん同士のコミュニケーションでしょ。知らない人と友達とかでもなく、そこを横断するって結構チャレンジングだと思うんですけど、でもただそこで行って帰るだけだから。めっちゃ楽しそうですよね。なんかその顔も知らない、名前も知らないけど、なんかつながった感じする。なんか楽しんで行ってくださいねとか。なんかこう福岡良かったですって言われるだけでやっぱ地元の人嬉しいじゃないですか。嬉しいですよ。良かったですよとか。なんかただ違う意味で整ってほしいっていうのがこの店のコンセプト。整うとは何ていうことなのかっていうことで、みんなその水風呂入って外気浴して、なんかこうね、なんかわかんないけど交感神経があって、もちろんそれもいいことなんだけど、でもなんかいいことしたらなんか気分いいじゃないですか。ちょっとしたことなんだけど、それって何なのかって言ったら人の声であったりとか、なんだろう、人が触ったりとか、タッチセラピーとか、なんかそういうことをちょっと要素を入れたかったなっていうのが、めちゃくちゃ面白いな。でそれがそういう電線管を通したコミュニケーションとか、あとあれでしょ、今回特徴的なのがその館内着じゃないですけど、水着ではなくサウナウェアっていうのをしかも開発されて、そうなんですよ。専門家のアパレルとかのブランドの方も体験しましたけど、そういう方とオリジナルを作って、なんかこの屋外といいますか最上階の休憩とか、そこも焚き火ピットあるし。なんかそういう体験ってなかなかあるようでないと思うんですけど、これもなんか実験なんですか。そうは実験っていうか、それはそれで楽しいかなっていう。やっぱりそこはね、中庭角栄っていうんですよ。中庭角栄、角栄ってもしかしたら田中角栄。おっしゃるとり。僕大好きですなんですよ。ビジネスの僕ね、根っこ田中角栄めっちゃ読んでますから、名言いっぱいあるし。ここは負けを集めてるんですよ、実は。負けっていうと勝ち負けの勝ち負けのルーザーっていう方あるけど、まあでもで田中角栄勝ってるじゃないかっていうけど、でも最後晩年竹下登と金丸信に打ち取られちゃうんです、京成会に木曜クラブが。でそこで晩年もうダメになってこうオールドパーずっと一人で飲んでたら倒れちゃう。オールドパーってお酒のね、オールドパーかっこいいラベルのやつですね。だからそこでオールドパーみんなで飲もうと。火を見ながら
焚き火しながら世界観すごいな。さっきまでマッドマックス言うてんのにここで田中角栄出てくる。かっこいい。もうだから自分が好きなのをねとりあえず入れたっていう、負けを集めたっていうより好きなのを。しかもあれでしょ、僕リリースを見てたら7人の侍のお話もあったりしたから、なんか僕てっきりここもっと和風の世界観でなんかね時代劇じゃないですけど、なのかなとも思ってたらもういろんな要素入ってて、あれはどういうことなんですか、7人の侍をっていうのは。そこはみんなでつながろうっていう、もうなんかこうものにならないことでもやろうよと、なんかこう損得だけじゃなくて7人の侍のお侍さんたちでおにぎり1個で100勝のために戦ってるんですよ。そうか、たったそれだけでなんか別にそういうわけじゃないけど、なんかこうそれだけじゃないよねっていう、なんかこうなんて言うんだろう、なんかこううまく言えないな。でも改めてそれはあれですか、やっぱり人と人のつながりとか、そのまあ友達だから彼氏だからとかじゃない、なんか豊かさってあるんじゃないのっていうのを。さすがいやさすがだね。知らんけどね。知らんがなですけど。知らんがなですけど。日曜さんの話伺ってると、しかもこれからの時代にそういう豊かさが。チャット GPT ですね僕は。恐縮です。いや、そういうことをおっしゃってるんだなっていうのは聞いてて思いました。その豊かさをここで味わってくれと。それ書いとこう。本当にありがとうございます。いやー、いっぱい聞けてるな。でもサウナもそうだし、館内着の話も聞けたし、もう一通り聞きたいこと、でもいっぱいあるな、まだまだあるけど、サウナ飯とかもやしとかステーキとかいろんな話も聞きたかったんですけど、もうでも時間がね、やっぱり30分も超えてますんで、そろそろ40分なので、なんかまあ最後にですけど、西尾さん、これからね、福岡、このラジオを聞いてとか、もちろんね、九州だけじゃない方々もいらっしゃるので、なんかまずはどうなんでしょう、まず熊本行ってよもあると思いますし、福岡も来てもあると思うんですけど、これ聞いた人にぜひ最後なんかメッセージを。よかったらここね来てくださいもそうですし、なんか西尾さんが大切にされてるさっきの豊かさみたいなのあるじゃないですか、これからの時代いろいろあるけどさみたいな。そうなんですよね。だからここで本当に一番やりたいのは、その豊かさとは何ぞやっていうところ、でなんかここがやっぱ福岡で今天神ビッグバンってやってるんですよ。開発ですよ。再開発。ビル85棟ぐらいリニューアルで、オフィスビルも行ってきました。サウナ付きの福岡地所さんのとこ。杭をいっぱい入れてんじゃないですか。ちょっとだけお世話になってます。ちょっとだけ。まあそうですね。街が変わろうとしてますよね。今。そうなんですよ。変わろうとしてて、ビジネスマンがねいっぱいまたこう頑張ってやる街になるのに、その一番ちょうど端っこぐらいに、じゃあそのサードプレイスでサウナビッグバンを。もうなんかうまいこと言うんですけど、これメディア受けするかなと思って作ったんですけど、めっちゃいい。高島市長も大好きだと思います。そうサウナビッグバンをね、サードプレイスとして本当の意味での、なんか逃げ場所としてね、だから負け戦っていうのはハイダウェイのことなんですよ。いわゆるリトリートとか配送するっていう意味ですから、あれってもともと。だから逃げ出すわけじゃないんだけど、逃げ場所として自分がなんかいてもいい場所になってくれればなっていう思いでやっぱありますね。でそれにホッとするにはやっぱ体だけじゃなくて、なんか「川ちゃん来たよ」とか「帰ります」とかやりたい。それだけでねなんか気持ちいいし、行った方も気持ちいいはずなんです。気持ちいい。ちょっと関われたなっていう喜びがやっぱあるんで、そのつながるっていうところをね、なんかこうアナログでこうつながってほしいなっていうのもあったんです。ありがとうございます。ぜひもうこれ聞いた人も本当ね体験してみたいって思ってると思うので、ぜひ皆さん、来週かな、オープンになると思いますので、正式にはインスタとかね公式の方リリース見てもらって、来ていただければと思います。ということで、もうたっぷりお話いただきました。お忙しい中本当にねお時間作っていただいてありがとうございます。とんでもないです。こちらのこそ。ということで、それではまた来週水曜日の朝7時にお耳にかかりましょう。次回ももちろん福岡スペシャルです。それでは皆さん、今週もお仕事頑張っていきましょう。じゃあ最後、西尾さん、いってらっしゃいを一緒に言ってください。せーの、いってらっしゃい。ありがとうございます。ありがとうございました。